我々が食すチョコレートの起源はメキシコにある。古代メキシコではカカオは大変貴重で高価なものだったため、〇〇の食べ物と言われていた。茅森、答えてみろ。神様の食べ物。正解だ。よっしゃ。カカオは神様の食べ物と称されるほどあまりにも高価なものだった。16世紀頃、アステカの皇帝モンテスマは黄金の杯でチョコレートを毎日50杯飲んでいたらしい。当時は液体のまま食していたのか。私チョコ食べるとすぐニキビできるから、顔面ニキビだらけになってニキビ死しちゃいそう。気持ち悪いから控えてくれ。ところが当時のチョコレートは今ほど美味なものではなくてだな。約300年後、チョコレートをどうにか美味しく食べられないかとオランダ人のバンホーテンが試行錯誤し、ココアパウダーが生まれた。これがきっかけとなり、今の美味なチョコレートがあると言っても過言ではないだろう。へえ。今日もフェーズ5の訓練を続けるわ。訓練は今回で最後よ。長かった。引き続き強盗捕の警戒訓練となります。惰性でこなすのではなく、明確に目的意識を持って進めなさい。あらゆる可能性を捨てず、的確に対応するようにしなさい。了解。作戦も近いし、気合い入れていくとするか。だな。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。相変わらず敵さん少ないな。だからって寝るなよ。なんか刺激的なことが起きないかな。ダメだ、寝ちゃう。キャンサーより先にこのわしがやってやろうか。目覚めた。やっぱりお前いいやつなんじゃないのか。しかも敵です。よし、来た。これでいいのじゃろ。しかも案外訓練への取り組み方も真面目じゃねえか。予想より手こずったな。よーし、時間だ。今日も終わり。 31A、31B ともに問題ありません。お疲れ様でした。よくやったわ。この細やかさを忘れないようにしなさい。よっしゃー。これで訓練の日々ともおさらばだ。いえ、明日から2日間これまでの訓練を連続して行う総合演習をしていただきます。今日で終わりじゃないの？これまでの訓練の最終確認をする必要があります。フェーズ5まで終わったからといって浮かれすぎないように。今日くらいは浮かれちゃダメ？では今日だけは浮かれていいとします。やったー。今日はさ、前夜祭としてギグろう。またいろいろと突っ込みどころが多くて大変だぞ。まず何の前夜祭なの？もうすぐ作戦じゃん。それの祭りちゃうわ。でもバカ騒ぎできるのも今日ぐらいまでだと思うからさ。さすがに明日からは決戦に向けて集中して過ごしたいだろ。今日もだよ。いやいや、今日弾けなくていつ弾けるんだよ。結構弾けてきたろ。まだ不完全燃焼だろ。練習の成果を出してようやく完全燃焼だろ。なんで大事な作戦の前に完全燃焼する必要があるんだよ。むしろエネルギー貯めておくべきだろ。やだ弾けたい。せっかく練習したのに。子供か。葵さんも待ってるだろうから、とりあえず行った方がいいと思う。そうだけどさ。よし、じゃあとりあえず移動。
くんいつも急だよな。ルカさんなりの景気づけよ、きっと。そういうことだったとは。あのアホがそんな気回すかいな。葵さんももう来てるのかしら。というわけさ、葵。やるだろ。ポカーン。今来たばっかだからちゃんと説明しろ。ライブだよ。人集めてやろうぜ。人前でなんて無理です。そんな腕葵にはありません。バンドなんてもんをさ、上手くなってからライブやってたら老後になっちまうぜ。かやもいるか。だから後世の人がつけてくれるから自分でつけんでよろしい。はい。ライブということはお客さんの前でということですよね。ああ、楽器持ち出してカフェテリアで演奏してたら勝手に集まってくる。なんだかアニメみたい。リアルさ。じゃあ早速それぞれの機材を運び出して準備といこうぜ。よーし、それぞれ準備はいいな。すごいドキドキする。じゃあユッキーカウント聞いてくれ。ダンスダンスダンス。視界の方は OK 心は永久とそこにだんだん降り積もってく無駄に浅ましい欲望一人で生きてみるよ偉そうにしてるくせやがてだん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 と壊れてどんなやる気もなくすいいことあったかそれを誰と言わうのテンションもだんだんと下がってその状態が終わっても向こうでだんだんさ手を取り見せつけるやりきった。どうだ。なんぼのもんじゃい。鼻血吹けよ。わあ、大合唱。すごい熱気です。ユッキーカウント。待ってください。葵はこの曲しかまともに弾けまあっちゃー、そうだった。ということで今日はここまで。すごい落胆ぶりだな。次までには用意しておくからさ。勝手にそんな約束すんなよ。いやー、ライブ大成功だったな。もうやんねえからな。まあまあ言ってろよ。あの快感を味わっちまったら腕がうずいてパソコンのキーボード叩き割っちまうことを受け合いだぜ。私の腕は鋼鉄か。弾くのに必死で疲れました。今日のところは解散でいいかしら。もう
完全燃焼したろ。私は全然。こっちはしたよ。クタクタだよ。なあ、あんたたち何のつもりなのさ。何のつもりにゃ。おっと、ここまでファンが追いかけてきちまったか。こいつらがファンに見えるのか？ん？いちごさんに、すももさん！今度こそいい予感しかしない。勝手にうちの部隊長連れ回してんじゃねえよ。怒られた？だからいいことが起こることの方が稀だ。怒られた？ユッキーだってびっくりしてるじゃん。いい予感がしてたんだろ？いやいや、理由がさ、もう一回言ってくれるか？葵は席を外してくんねえかまた仲間外れかよ、葵だけ。な。ったく血気盛んな女だな。おいルカ、空気が全く読めないお前に忠告してやる。なんだよユッキー。葵には外してもらった方がいい。お前まで寝返ったか。ルカ、信じろ私を。信じない。ルカ、お前ってやつは。きっと仲良しのパラメータ的なものががっつり下がったろうな。でもそれでも私は葵を一人にはしない。決してな。部屋に他のメンバーいるにゃ。らしいが。孤女たちか。葵と一緒にいてくれるのか。いてくれるにゃ。それを早く言ってくれ。よかった。二人の絆パラメーター的なものががっつり下がらなくて。そんなパラメータ的なものないから。では葵はお邪魔みたいなのでお先に失礼しますね。お疲れ様でした。ああ、お疲れさん。と見送ったわけだが、どういう了見だお前たち。お前らとつるんでたら意味ねえんだよ。というと？というとも何も。なんだよ、すもも、お前が言えよ。すももに振られてもにゃ、姉さんからにゃ。わかったよ。実は葵はあたしらよりも古くにあった 2級A の唯一の生存者なんだ。マジかよ。ということは葵は水郷を駆け抜けてきた。3000メートル障害走か。陸上なのに水という理不尽さに例えただけだよ。視線をくぐってきたとかでいいだろ。それだ、思いついてはいたんだよ。なら言えよ。そもそも29という数字は何を表すの？私たちは31だけど。司令官は世代って言ってたな。前に私たちと訓練した 30G よりも一つ上の先輩ということね。ああ、ここまで会ってきた中では一番古株の隊員ということになるな。そんな可能性にも気づかなかったなんて。私、お前は当然だろうが、私まで不覚だ。うちはそもそもそんなこと興味あれへんかったけど。皆さん一体何の話をしてるんですか？うちらは分からんでもええねん。人それぞれ役割はちゃうねん。適材適所や。ですよね。ああ、黙って聞いてろ。おお、怖っ。もっと話を聞かせてくれよ。何が聞きたいのさ。刀削麺を知っているか？またそれかいな。知っとったら怖いわ。あれだろ、片手に生地片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつ。なんなんや。うちの知らんうちにめっちゃ流行ってて常識になっとるんか。安心しろ、そんなことはない。たまたまか。にしても奇跡的なたまたまやな。
でそれを聞いたところでどうなる？食に造形がある。飲み友達にしたい。お前とかよ。考えておいてやるよ。何度も言うがお前ら未成年だからな。くそ、早く大人になって仕事もせず朝まで飲んで起きたら飲むの生活を送りたいぜ。飲んだこともないくせにすでにダメ人間だな。平和になったらな。もっと聞くべきことがあったんじゃない？葵は何を見てきた？それこそ修羅場にゃ。いや、地獄絵図かもな。そんな言葉の意味はよくわからないけど、すげえ壮絶な光景だったんだろうってことだけはお前らの重苦しい雰囲気から伝わってくるよ。その通りだ。きっとすげえ残酷な風景さ。見てきたように話すんだな。ああ、当時のことを知るやつから聞いたからな。スモモたちだってぼーっと過ごしてきたわけじゃないのにゃ。そりゃ悪かったな。他の2級系部隊の人たちは？葵を除いては全滅してる。オペレーショントレミーという作戦だったらしい。それってどんな過去だよ。みんなやられていく中であいつ一人生き残ったってのかよ。最初部隊長に任命された時、葵にも全うすべき役目があてがわれたことが嬉しかったんです。みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだ。そう決意を固めました。でもできなかった。葵には向いてなかったんです。あの話は今のことじゃなかったんだ。過去に起きたことを話していたんだ。みんないなくなっちゃって、一人きりで立ち尽くしていて、そんな光景がずっと続いて、それは終わりのない地獄のようで、どこまでもどこまでも続いていく悪夢で。例えじゃない。そんな悪夢のような地獄を見てきて今に至るんだ。しかもそれだけじゃない。なんだよ。葵はハイパーサイメシア。なんだよそれ。聞いてないぞ。あんまり言いふらすようなことじゃないと思って。でもだとしたら最悪だぞ。あどういうこっちゃ？超記憶症候群。経験した全ての出来事を覚えてるんだ。つまり過去に起きた地獄のような出来事も常に鮮明に覚えているということだ。だとしたらそれは本当に地獄です。なんだ、全部知ってたのかよ。ああ、今話がつながった。そんなことがあったなんて。そうにゃ。そんな過去を背負ってるから葵は自信を失ったままでいたんだにゃ。それを私たちは取り戻せるようにと動いていたんだ。 31B で一緒になった時、部隊長なのにあいつめっちゃビビってたんだ。最初はただ部屋の端っこで震えるばかりで何も言えないでいたんだにゃ。うちらが励ましても全く無駄で、白虎だけが寄り添うことができたにゃ。動物ってのは不思議だな。言葉もわからないくせに一番弱っているやつに寄り添うんだからさ。だから私たちは葵から声をかけてくれるまでやりたい放題やる、そう決めたんだ。規律を乱して葵に反抗的な行動をしていれば、それを何とかしようと前向きな気持ちになってくれるんじゃないかと考えたんだにゃ。そんな荒療治中だったのかよ。ようやくみんなに声をかけ始めるようになったところだったのににゃ。そこへてめえらが現れて、あいつの落ち着ける居場所を作っちまった。すまない。ああ、あんたらと絆が深まっても意味がない。私らじゃなきゃ
あいつがあたしらを信じてくれなきゃ意味がないってなきゃ、あいつはまた同じ思いをするかもしれない。仲間を信じずに切り抜けられるほどこの戦いは甘くないにゃ。そこまで考えてか。でも不思議。ああなたたちだって葵さんと知り合って間もないじゃない。なのにどうしてそこまでのことをするの？お前にしてはまともな質問だな。特に理由なんてねえよ。そうなのかにゃ。てめえは黙ってろ。なあ、頼むよ。葵にこれ以上干渉してくれるな。頼むにゃ。こんなに仲良くなれたのにか。だから意味ないって言ってるだろ。私らと絆を深めても舞台が違うんだからさ。うん、分かってる。邪魔して悪かったよ。葵をよろしく。了解にゃ。まさか葵さんが2級系部隊の生き残りだったなんてね。興味深い話が聞けそうだけど。ほんと私にしては失態だよ。でももう干渉しないって約束しちまったからな。うん。31B のことはそっとしておくに限る。戦いが終わってから仲良うすればええやろ。その通りです。そのために平和を勝ち取りましょう。うん、そうだな。さっきは止めてくれてサンキュな。全然分かってなかったよ、私。お前の性格は熟知してるつもりだ。任せな。さすがユッキーだな。私も信頼してるし、そう言えるぐらいの存在になりたい。いや、後の2人は人のこと言えんだろ。なんも言うてへん。黙って見とっただけや。そうです。確かに。悪魔の食べ物。不正解だ。正解は神様だ。デブの食べ物。不正解だ。デブの食べ物と言ったらピザだろ。ユッキー、デブの人に失礼だろ。お前が言い出したんだよ。正解は神様だ。いいかユッキー、2、3日あればたまるんだ。だから気持ちよくなりたけりゃ今出そうぜ。なんで微妙にビーズなんだよ。それにあたしら女だろ。くそ、こうなりゃあの手しかない。やだ弾けたい。せっかくみんなで練習したのに。どんな手だよ。子供か。そうしてやってくれ。お前空気読んだのか？というか読めるようなやつだったか？何豆が鳩鉄砲を食らったような顔してんだよ。そんな顔はしてない自信がある。信じる。よし、いい子だ。ユッキーとの愛情度パラメーターアップ。そんなものないから。視線をくぐってきた。そうなるな。この戦いを経験してきているんだ。お前らは何を企んでいる？葵は自信を喪失していたのにゃ。私たち姉妹はそれを取り戻せるようにと動いていたんだ。なぜ？そっちの部隊長さんが言った通りさ。葵は相当な視線をくぐってきたからだ。
どんな？それこそ修羅場にゃ。それはいいことでは。てめえらと絆が深まっても意味がない。あたしらじゃなきゃ、あいつがあたしらを信じてくれなきゃ意味がない。どうしてさ。てなきゃ、あいつはまた同じ思いをするかもしれないからだよ。仲間を信じずに切り抜けられるほどこの戦いは甘くないにゃ。そんなこともそっちの隊長さんはわからないのかい？まあルカは純粋な分いいところもあるが、そこまで思慮深くはないな。それはとびきりの褒め言葉であってくれ。どちらにでも取れるようにさじ加減してやってんのに贅沢な祈りすんなよ。油断禁物だ。訓練終了です。3-1A はキャンサーの猛攻によって戦線崩壊。そのままキャンサーの反攻を許す結果に、京東歩に敵が侵入、ポイントデルタを放棄しました。作戦失敗です。残念ですが、今回の作戦に 3-1A は不適格だったと判断するしかないよね。配置部隊の再編成を行います。マジ？断固たる決意を持って取り組んでもらいたい。出撃開始。そういえば今日からオペレーションプレアデスが始まるんだっけ？もう始まってる頃だろうな。結局あの後再訓練もなかったし、あたしら無力だ。まあ反省してできることから始めるしかないな。緊急連絡。新種キャンサーレッドクリムゾンの出現によりオペレーションプレアデスは失敗。作戦に当たっていたセラフ部隊は全滅。町田ドームは甚大な被害を受け壊滅しました。基地内のセラフ部隊員は総員出撃準備してください。そんな嘘だ。